こんにちは、レブディネトカヘルです。おはようございます。今何時ですか、これは。今8時ですね。8時。朝5時に出てきたということで。朝ね、5時ぐらいに、出てきました。すみません、まだ工事中でちょっとエアコンの効きが悪いんですけど。いえいえ、十分涼しいですよ。だって最低でもこれぐらいは効くってことですもんね。まあそうですね。F 社長という人が250万のエアコンを寄付してくれました。ありがとうございます。とりあえず僕来たばっかりで、一応事前に、今回その拡張工事にあたって、こういった感じで、一応 MIC さんとかの予定だと、こっちを操縦エリアとかにして、やろうって予定だったんですけど、まず、今だとね、多分ここ見渡せると思うんです。全体が右も左も。で、多分当然こっち側に寄ったらその辺が見えないし、あとね、ここから例えばここを操縦エリアにしてここ見ると多分右端が全く見えないと思うんですよね、この辺が。ってことは、どっちにしろそっちを操縦台にするともうデッドスペースができちゃうので、ここにタイルを張ってあったとしてもやっぱりその操縦する全員が見えないとやっぱりコース作っても結構トラブルがあったりとか、その見えなくてぶつかっちゃったりとかっていうのがあるんで、あとは、今こっちって、この敷地の状況的にこっちが広くて、でも向こうがこう狭くなってるじゃないですか。でそういう時とかにじゃあまず最初にコース作るにあたってまず操縦エリアを決めるのが一番最初ですね。で操縦エリアを決めるにあたってそのコースの状況とかもそうなんですけど、まず一番はラジドリって自分がやっててやっぱかっこよく見えたら絶対テンションが上がるので、ってことはやっぱり飛ばしてきっちり旋回できるそのメインコーナーの前に、操縦エリアがあるっていうのがベストなんですよ。ってなった時にこっちの方が狭いじゃないですか。なんでこっちを操縦エリアってなるとやっぱり飛ばしてきて狭まるんで、どうしても大きなあれ描けなかったりとか、もうすぐ減速しなきゃいけないっていうのがどうしても多分起きてしまう。でそれに対して例えばそのメインの操縦エリアを、今予定してるのって逆にこっち側、こっちから見ていただくと、今ちょっと明かりで暗めですけど、全然コースも広く見えるし、こっちの方が広がってるんで思いっきり飛ばせるところを自分がやっててしっかり見れるっていうのがあるので、予定的にね奥ってやってもらったんですけど、ちょっとね今デンジャーさんと話をして操縦エリアをこっちに変えようっていうところで、どうせさっき言ってたこのデッドスペースのところは、向こうだったら見えないので、それだったらもうここ操縦エリアにして、ここだったら全部見渡せるし十分スペースも取れてるんで、この辺からこの L 字を操縦エリアにしてこれからレイアウトの方を作っていこうかなと思います。タイル、もう今ほとんど貼ってありますけど、ここでアドバイスというか、ワンポイントとしてはタイルをこういう4枚とかそういうのにしといて、でテープで固定します。でこれなんでそうするかっていうと、これ絶対やらなきゃいけないっていうわけじゃないですし、あとはもうタイルをもう実際に接着剤とかで路面に固定しちゃうんだったらいらない技法なんですけど、今回なんかはタイルそのまま置いてるだけですよね。なんでそういう場合とかは一番はレイアウトとか変更するときに、テープ剥がすときに一枚一枚置いてるだけだともう全部くっついてペロペロペロって取れちゃうんですよ。でそれをいちいち直すのもめんどくさいし、ずれちゃったらもう全部敷き詰めると後で大変だしっていうことで、タイルを4枚とかガムテープで、養生でもガムテープでも何でもいいんですけども、テープで固定しとくと1枚の大きなタイルになるので、レイアウトとか変えるときにテープを剥がす際にいちいち1枚1枚バラバラにならないので、後で楽です。これで別に路面のグリップがどうとか別にそういうのっていうよりは、レイアウト変えるときに後でめんどくさくならないように、一番最初はね確かにこういう固定するのがめんどくさいんですけど、こういうのを事前にやっとくと後々そのレイアウトとか変更するときに本当に楽なんで、これは
多分ねやっといた方がいいかなと思います。これまあこういう感じでタイル作ってですね、はい、外枠だけは基本的にこう地面にこう留めといた方がいいですね。マチコブイだったらまあ余計にしっかりこういうので留めた方がいいです。マチコブイって、まあ、割とこう柔らかめで走ってるとだんだん伸びてっちゃうんですよ。なんで、ある程度こうしっかり固定しとかないと割とまあずれちゃったりとかするんで、この辺がすごい大事ですね。まあ色っていろいろあるんで、まあ多分これもタイルも白ベースに着色していくと思うんですけど、ラジコンのパーツとかも実はそうで、スパーとかあるじゃないですか、まあ、皆さんが知ってる、まあ、大体白か黒なんですけど、まあ、白が純正で、まあ、白のスパーで作った方が正直硬く作れるんですよ。特に黒とか混ぜると結構ね柔らかくなるんですよね、スパーが。はい、だから結構同じモデルのスパーでもその色をただ黒にしただけですっていうだけで結構フィーリングあったり、ホイールとかもそうなんですけど、で多分まあ赤はどうかわかんないですけど、その白タイルとかに比べると、まあ、黒は間違いなく少しグリップはすると思うんです、柔らかいんで。まず最初に、絵描いてもいいですし、誰か作る人がとりあえず、今みたいな感じで、フリーで走って、どんな感じにしようかなっていうのを頭描いてった後にとりあえずマスキングテープとかで、ざっくりこうコーナーの頂点とかだけポンポンポンって置いてって、この辺かなとかもうちょっと位置ずらそうかなっていうのを細かく調整していく。この動画を見ていきなりできるっていうよりは多分何回も重ねていかないとその雰囲気とかそういうのは分からないので、例えば普通のサーキットさんで、オーナーさんがいてもう自分がやるっていうんだったらあれですし、あとは最近だとプライベートコースとかそういうのも増えてきてるんで、そういう時とかみんなで話し合ってやるのもそれはそれで楽しいので。森単語で森田の悪口言えないですね。森田いやいいんじゃないですか。いや大好きですよ。高弘さんもこういうキャラ作らない前になんかそういう話あったんですけど、顔に特徴がないって言われて。そうですか。イケメンなんで作った方がいいんじゃないですか。いや発想はなかったですね。ここに操縦台を送ってるんです。そうですね、やっぱり資格があるっていうのはやっぱりコースで一番避けたいですけど、レイアウトがもう面白いとかいいっていうのは大前提なんですけど、自分はやっぱ気にするのはその視覚とかお客さんが見づらくないかっていうのが一番まず最初に気にして、新サーキットの場合はもともとねできてるとこしょうがないですけど、外光に照らされるとこの素人のセメントがもうやばいことになってますね。今どっち回りにしようかなっていうのを悩んでます。今からレイアウトを作っていくんですけど、今回こう入ってくる、ピットエリアというか、基本入り口が向こうで、ここ操縦エリアになるんで、大体この辺に固まるだろう人はっていうところで、なんで、一発目のコースなんで、割とこう人が固まってるところに飛ばしていく感じのレイアウトに今回はちょっとしてみようかなと思います。一応今自分の頭の中の構想的には、こう外までいっぱい行って出てきて、でこう流しながらこうアウトしてって、でここも外いっぱいまで行って返して。これで一周っていう感じの今レイアウトを今ちょっと頭の中で考えてって、今からマスキングテープで、要所要所こう頂点で点を置いてって、実際にそのレイアウトでこう成立するかなっていうところをこれから作っていきたいと思います。レイアウトを作る上で一番大事なのって立ち上がりの部分なんですよ。インフィールドとかそういうのは後でどうにでもなるんですけど、やっぱその立ち上がりからその飛ばしまでの区間が決まらないと、ある意味そのコースの楽しさってやっぱりその立ち上がりから飛ばすまでのメインコーナーの飛ばしまでのアプローチが一番こう重要になってくるんで、まず最初そこを決めていきます。今だったらさっき走った通りその立ち上がってから1回入れて
でこっちに飛ばすんで、そのどこでこう振り返すかとかで、こっちもどこで振り返すかっていうところをまず位置を決めていきたいと思います。なんでこういう、マスキングテープで、ざっくりこういうところに頂点をちょっと置いて、こう出てくるんで、ここの外側の幅もどのくらいにするかなっていうやつをざっくり置いて、大体今のぐらいでとりあえずマスキングテープなんで、いくらでも剥がせるんで、一回作ってダメだったらもう一回剥がしてって感じなんですけど、そういう時に冒頭で説明したタイルを4枚とかくっつけておくと、マスキングテープ貼ってまた剥がす時に一枚一枚になってるとすぐタイルが剥がれちゃってってなるんで、作業効率も悪いので、そういう時とかもね結構ね4枚貼っておくと便利です。もう引いていくんですね。立ち上がりのところは別に、さっきも言った通り、資源の無駄遣いは良くないですけど、マスキングテープなんで、すぐ剥がせるので、一回もこの辺はもうやってみないと分かんないので。マスキングテープ貼りを手伝ってもらいたいと思います。なるほど。はい、よろしくお願いします。はい。で、結構レイアウト作る時に、マスキングテープ最初貼っていくんですけど、実は2人ペアでなった方がよくて、R とかは1人で引くんですけど、例えば直線とかを1人で引いていくと、どうしてもねこうぐにゃぐにゃって斜めになっちゃったりとかうまく貼れないんですよ。で今回レイアウト、今ちょっとマスキングテープ貼ってるんですけど、そこからここまでまっすぐ引きたいんですよ。だからそういう時とかに押さえといてもらう人が必要で、今ちょっと分かりづらいんですけど、ちょっと暫定で走って、今大体ねコーナーのちょっと今このぐらいになるんで、ここから今マスキングテープ引いてるところまでまっすぐ引きたいんですよ。なんでこれそうですね、押さえて大体多分この辺頂点ぐらいになるから、でちょっと手で押さえておいてください。で僕はこのまままっすぐいって、そしたらちょっとね視点がずれちゃったから、一回その置く位置大体でいいんで覚えててもらって、一回剥がしてもらっていいですか。はい。OK。はい。でもう一回置いてまっすぐになるで。もうちょっと角度を、そうですね、こんな感じですね。で引っ張りながら、はい、OK です。で置いてって、でそっちからこうやってスッ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 って引っていくとうねっちゃうんで、どっちかというと外置いていく感じで踏んできてください。そこから空気を入れない感じで、そこまで気にしなくていいです。結局ビニールテープその上に貼っちゃうんで。なるほど。はい、OK です。っていう感じになるとまっすぐ直線が引けるんで、こういう直線を引きたい時とかは助手の人とかいてくれるとすごい楽です。例えば掃除エリア向こうなんで、向こうとかそういう見えるところはそんなに濃さを広げなくてもみんなできるんですけど、ここをお立ち台っていうか操縦台にして一番遠い向こうとかを同じ幅にするとめっちゃ狭く見えちゃうんですよ。なんで視覚的になるべく幅を均一に持たせるために逆に遠くは幅広くしたりとか、それで圧迫感ないように。あとは立ち上がりとか割と連なって走るときに結構後追いとかで辛くなっちゃうときも割とイン側とかちょっと開けといてあげると、少し後追いも楽についてきやすいんで、そういうところとかも調整、今はちょっとコース幅をどのくらいにしようかなっていうのを分けておいて。
まあ、今枠、白線をこの辺に置こうと思ってるんで、こういうのを置いて、でここに印しとけば後で、テープでこう引いてる時にある程度こうやって置いて、そこに引っ張って置いて引っ張ってってやれば全然その幅でなるので、こういうの、特にこう軽いのがいいですね。何でもいいんですけど、本当にこういうクイックルワイパー使ったりとかそういうのにテープ貼って、軽くこう動かせるものでやると幅とかを必ず均一にできます。例えばここだったら本当に直線なんで、ここからあそこまでは直線なんで、もう基本平行に引くんで、ここに例えば1個点を置いて、向こうにも点を置いてつなげば、もう必ずここの幅は均一になるんで、そういう感じで引いていきます。はい、こっちやっていいですか。もう一回剥がしてもらっていいですか。はい、OK です。この R に沿わせて幅決めるので、基本はこの90度に当然なるように位置決めて、この辺から曲げ始めて、でここまた頂点からこの頂点に向かってなるほどね。開いていくんですね。確かにそれだったら大体均一にきますね。そうですね。もうこんな感じでやると大体ここの幅もこうやって一定でなりますね。今ちょうどストレートからその立ち上がりのR にかけて、この辺までできたんですけど、ここから先ですね。この辺のエリアを、どういう R を描くかっていうところなんですけど、基本的に今回のレイアウトって立ち上がりをこう外まで行かせたいんですよ、前の人が。でなった時にもう本当の超エキスパートしかいないサーキットもあれば、本当に初心者の方からいろんな方が来られるサーキットもあるので、基本的には本当に初心者の方とか普通に初めて来た人とかでも割とすんなりクリップにコースをなりに走れば入るようなやっぱレイアウトを心がけてるんですけど、そうなった時に本来であれば、コースって目いっぱい使いたいので、こことかもアウトラインこの辺までギリギリまで行って全部こう外に行けるに越したことはないんですけど、初心者の人って基本的に、ちょっとオーバー気味で巻いちゃったりとか、あとはこういうところでこううまくカウンターが当てられなく中に入り込んじゃう人が多いんですけど、そういう時とかにこの外まで目いっぱい腹ませレイアウトにしちゃうと、巻いちゃったらせっかく外に行かしたのにこう中に入っていっちゃうんですよ。だったらちょっともったいない感はあるんですけど、その白線のアウトラインをこういう感じのラインで描くようにすると、こう勝手にこう外に巻いちゃったとしても勝手にこう外にはらんでいくんです。今僕走った時ってステア一切操作しないでただスロットルだけで行っただけなんですけど、そういった感じでもちろんコースは目いっぱい使うに越したことはないんですけど、重要なところは多少そこが小さくなったとしても最終的なそのメインのアプローチを考えて、こういうその立ち上がる前のコーナーとかもしっかり考えてあげられると、割とこう術とかもつながりやすかったりとか、先行の人がパッと来て走りやすいレイアウトになります。これもやっぱり子供の時からのいろんな経験が生きてる感じですよね。いやーでもあれですね、僕も最初大会とかデビューするとかコースデビューするまで1年間ぐらい公園でやってたんですよ。へえ。デビューした時にもバーンと行ってもバーンってなるほど。なんだあいつみたいなちょっと感じの話題でこう印象付けたくてなんで公園なんで当然自分たちでコース作るじゃないですか。シャラバパイロンとかでそれこそ僕と弟とお父さん3人でやってて、僕は一番うまかったんですけど、お父さんとかそういうのとかがこう一緒に走ってて、ここ走りづらいんだな、じゃあパイロンちょっとずらしてみるかとか、そういうのはもう昔からやってたんで、そういうのは生きてるかもしれないですね。すげえ。だってお金払って来てくれてるんですから。なるほど。
大体いいな。今みたいな感じで、あ多分反射でも映像的にちょっと映りづらいかもしれないですけど、今発展にこうやって沿っていくと、まあ割とすんなりこっちの外に確かに行ってくれるはい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 んで、で今アウトラインできましたってなったら、次イン側の白線を引いていくんですけど、この幅、まあ割とこう操縦エリアから近いところじゃないですか。まあ、細いくてもいいんですけど、お立ち台が向こうで実際にここの奥の幅もこれと同じ幅にしちゃうとめちゃくちゃ狭く見えるんですよ。でまあ走っててその見づらいとかって周回してるとすごいストレスになっちゃうし、特に初心者の方とか、まあ、見づらくてイン側のところにボン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 当たっちゃったりとかするので、僕がコースを作るときはその遠くになるにつれてコース幅を徐々に太くしてって、そうすると実際に操縦台から見たときに同じぐらいの幅に見えるんですよ。そうすると割とストレスなく見えるんで、なので今この幅でこのコース作ってるんですけど、ここからこの幅全部ぐらいに徐々にしていきます。いきなりこうボーンって増えていっちゃうとあれなんで、まあ、最初は、まあ、ここに来るまではまあ大体この真ん中ぐらいそうで、今ちょっとこの通常の幅よりもすでにこれ広がってるんですけど、で次に、まあ、この辺のその奥になるにつれて、まあ、ここを頂点に持っていくぐらいに。25センチぐらい。そうですね、そのぐらいじゃないかな。まあ今すごい仮止めしたんで、マスキングテープかなりぐちゃぐちゃだったり折れちゃいますけど、それはまあ後でやりますけど、ここで正直純正っていうか標準の幅からまあかなり太くなってったんですけど、実際にはちょっとこっちから来ていただいて、そんなに別に幅がなんかこう広がっちゃってるな感はないですね。全然ないし、まあ、むしろなんならもっと広げてもいいんじゃないかっていう風に、まあ、これもまあコースのその見せ方の一つですね。このマスキングテープってまあ紙で硬いんで、正直そんなにこうきつい R とかできないんですよ。でビニールテープは割とこう伸びてくれるんで、ある程度の R に対応できるんですけど、まあ、例えばこういうきつい R とかってどうしてもこうシワになっちゃうので、まあ、最終的にこの上にビニールテープを追うので、もうこういう時は潔くこう少しずつ細かくマスキングテープこうやって切りながらこう R を作っていけば絶対にこう平らになるんで、面倒くさがらず後でビニールテープが上から貼った時に剥がれやすくなっちゃうんで、まあ、こういうところとかも R がうまく引けなかったら無理にその1本のマスキングテープで終わりにしようとしなくて、こういう風に細かく切っていくと最終的にビニールテープ貼った時に綺麗になります。なんでマスキングテープ貼ってるかっていうと、ビニテとかずっとこう長期的に貼ってると当然こう全く誰も踏まないんだったらいいんですけど、走ってると絶対に車がこうタイヤが回転して踏むじゃないですか。そうすると粘着が残って後で剥がした時とかに結構ねこう粘着が残っちゃうんですよ。なんでそうならないようにマスキングテープ1枚引いて、まあその下書きって意味もあるんですけど、マスキングテープ下に貼っとくと後で上からビニールテープ貼る時に全然剥がしやすいし、基本的に4枚にタイルとかマスキングテープ引くっていうのもそのレイアウトを変える時のことを考えてそういう風にしてます。だいたい他のサーキットってどのくらいの周期でコースレイアウト変えるんですか？まあ本当にサーキットによるんですけど、例えばイベントとかが割とやるとこだと、まあ、3ヶ月とかそのぐらいに1回で、まあイベントとかやらないところだったら半年に1回とか1年に1回とかでもそのぐらいじゃないですかね。これも2パターンあって、例えば上級者の人が多いコースとかだといっぱい走っちゃって走れるようになっちゃうから飽きちゃって早くレイアウト変えてっていう意見が
あるところもあるし、逆に初心者の方なんかはようやく走れるようになったのにもうレイアウト変わるんだって言って割とこう引いてっちゃうなるほど。ところもあるので、割とこうサーキットレベル的に高い常連の人の上級者の人がメインのコースとかだったら、当然こまめにレイアウト変えてもいいですし、割と本当に初心者の方を大事にしてそういう人たちメインでやっていきたいっていうところは、あんまりそんなに変えなくて、例えば逆回りにしたりとか、本当プチ変更、クリップの位置変えたりとか、本当そんなレベルでいいかなと。上級者が多いところだと早く帰ろうってなるんですね。そうですね。もちろんその上級者の方ももうこのレイアウト楽しいからもうずっとこれでいいんじゃないっていう人たちもいますけど、なるほど。サーキットってやっぱりサーキットオーナーのワンマンじゃ絶対継続できないので、そのよく来ていただいているお客さんの常連の何でもかんでも鵜呑みにする必要はないですけど、そういうのを何人かに聞いてみて、みんなで話し合うっていうのも本当にみんなでコースを作るっていう風にやっていった方がやっぱうまくいきますよね。なるほど。はい、人間なんでやっぱりそういうの聞いてくれる店長さんが聞いてくれるってお客さんも思うと、当然じゃあなんかこうレイアウト変える時とかにちょっと手伝いに行こうかなとか、そういうのないと絶対コースってちゃんとできないんで。なるほど。はい。2本のマスキングで引いていくのもちょっとエモいですね。エモいっすか？エモいの使い方合ってますそれ本当に。こんな感じのレイアウトになる予定です。でかい MRC 史上初ですね。今後毎回こういうの作れますねえ、やっぱ R でかい方が気持ちいいですもんね。そうですね。これは人によると思うんですけど、右利きの人左利きの人っているじゃないですか、はい、でテープ引くときに、大体右利きの人って左でテープこうやって R きれいに描くの難しいんですよ、利き手じゃないから、で僕今ここまで右でこうやって引いてって、でここでやめてテープもう一枚出してきたんですよ。でこれなんでかっていうと、ここまでいったらいけないじゃないですか、で、なかなか両利きの人って多分いないと思うんで、テープとか引くときに最初にR って聞いてみて、左の方が R 書きやすいか右の方が R 書きやすいか事前にやっといて、結構レイアウトが手伝ってくれる人とか見ると本当は右の方が全然綺麗にできるのに、場所とかによって無理にこう左でやろうとして R がこうギシャギシャってなっちゃう人結構いるんで、そういう時は無理せずにその自分の描きやすい R の方向でやると、最終的にトータルで綺麗にできます。今って割とこう基本アウトライン決めて、でその後イン入れていくんですけど、でこの先もずっとアウトライン描くってよりはどっちかっていうとどこまでこう開始で持ってこれるか分かんないんで、この辺まで来たらもうインフィールドを1回貼った方がいいですね。そうすると返してこの振り返しのどこまでここまで来れるかっていうのが分かるんで、一旦これでインフィールドを貼ってきます。素晴らしい。完成ですね。そうですね、一周つながりましたね、これで。素晴らしい。ここはどういう意味なんですか？今ゾーンをこの辺と、あと、この辺に置こうと思ってるんですね。で、そうすると、その今の貼る前だとこう来て一回こっちに入れてから返さないと、正直きついんですけど、なるほど。そうすると後追いの幅がなさすぎるんですよ。はなんで
もちろんその R をこうしっかり描くのは大事なんですけど、先行があまりにも失速されると後追いもやりづらいんですよ。なんでこれだとそのままこう先行がスムーズにいって、後追いはそのまま後ろをちょっと走ればいいので、そういうところもその何でもかんでも先行がその全部でかいラインはR によってはいいんですけど、こういう低速コーナーでそういうのってなると後ろがどんどん詰まっちゃって、意外とねその術の時にねスムーズに後ろが走れないんですよ。だから前が行ってほしいところはやっぱ後に行ってほしいから、そういう時とかに少しこう普通はこう後追いのスペースを考えるんですけど、状況によってはその先行が走る人が楽できるような場所っていうのもちょっと作っておいてあげると。こういうグリーンとかプラダン、1枚これ1800の900で700円とか700、1000円しないぐらいで売ってるんですけど、はい、これをグリーンにするのが最近多いですね。で明るいところの下だとちょうど透けて見えるので、これで本当にざっくりでいいんで、ここゼブラにするんで、マスキングとかで固定して、でゼブラテープ貼って、でここは固定できるんですけど、ここの上の部分ペコペコしちゃうんで、そこの部分とかでなんか養生の緑とか、あとグリーンのビギテとかそういう感じで、このグリーンになるべく近いに越したことはないですね。なるほど、そういうので固定する感じです。はい。すごい。これはいい。ポカリカラーだ。どうですか、楽しいですか？楽しいです。意外とね、地味な作業ね。使うことによって遠近感が分かるようになるんですよ。見てください。遠近感が分かる。ピーさん、それさっき聞きましたよ、食べてから。あれ？私が考案したんじゃなかった。お、映える。映えますね。一気にサーキット感じます。全然違う。マスキングで固めてから、そうです。そうしないと後でやっぱ剥がすときに。そうですね。こんだけでかかったら結構海苔が残りますよね。そうなんですよ。右手の曲げのコツみたいなのあります？あんまり引っ張りすぎない方がいいですね。ビヨーンって引っ張りながら後で戻ろうとして剥がれちゃったりするんで、コツとしては割とこうある程度ビヨーってこう出して、でこう置いていく感じなるほどですね。ちょっとずつ出してっていうよりは、ある程度ビヨーって出して貼っていく、貼っていくっていうか置いていくっていうか。ここの急カーブどうするのかちょっここはでも切らないと無理ですね。と。なるほど。はい。そこでやっぱりもう無理しちゃうと絶対に後で良くないんで、重ねて、ああ、いいですね。で最後にこうゼブラやった後に一番外側に白いテープもう一本細テープ入れると、こう白赤白でその先にさらにテープ貼ると締まります。すごい、そのゼブラが。ゼブラにするんですか？はい。ゼブラにこへうなってしますよ。え、すごっ。今白ビニテ貼り終わったんで次赤になるんですけど、これはもう正直おのおののもう感覚でいいです。特に決まったあれはないんですけど、アドバイスとしてはあんまり細かくやりすぎると切る回数増えるんでめんどくさいからほどほどにしといた方がいいよっていう感じです。もちろんベストはなんかこう等間隔で事前に切っといて貼ってもいいんですけど、それもそれでちょっとめんどくさいんで、こう貼ってじゃあこのぐらいの幅かなって言って、ここでカッターで切っちゃうとテープが要するにこうやって切れちゃうんですよ。そうすると走ってる時にここに引っ掛けてペローンって剥がれちゃうんでめんどくさいんですけど、ハサミとかでまっすぐ切っといて止めておけば、どこもこう切られてないんで、剥がれづらいです。その辺とかは結構やっといた方が、後でまたねゼブラ絶対にそのカッターで切れちゃうと両方取れちゃって後で剥がれてまた貼り直さないといけないので、この辺も気をつけた方がいいかなと。いや、このゼブラありですね。いや、
やっぱねかめっちゃうとねコース入ってねうん助けに行かないといけないから。いやカメラないのありですね。ちょっとみー先輩ちょっと感覚広すぎんか。感覚が広いという方はどうやって入れればいいの？今はこれでゼブラ貼り終えたんですけど、僕がゼブラやるときはここのゼブラからさらに白縁を入れます。そうすへーるとねこう締まって見えるんですよ、へー見栄え的に。まあマスキングテープは貼っといた方が後で楽なんでマスキングテープを一度貼るんで、手間は本当に増えるんですけどね、やっぱりお金払ってお客さんたち来てくれてるんで、やっぱそれ相応のビジュアルっていうのは絶対やるに越したことはないです。確かに締まるね。でこれで最後白ビニテで貼っていきます。すごすぎる。あとはこの辺もちょっと重ねとくと後で剥がれ防止にもなるんで。めっちゃ締まる。すげえ。こんな感じになるとかなりめっちゃいいっすね。いい先輩見てごらんよ。本当だ。もう乗り上げないっすよこれね。なるほど。カメラ取りに行くのが大変ですか？ねえ。もう2週に1回ぐらい走らなきゃダメだもんね。失礼します。言わないといけないと。いやこれに MRC ステッカー貼ったらかっこいいんじゃないですか。いやかっこいいですね。ねめちゃめちゃかっこいいですよ。え。いや器用さはほらね自信ありだもんね。そんなことはない。いやでも本当にこれ大体でいいですよ。やってみましょう。やってみますか。もう一個高弘さんがやった方がいいかも。でここは後で白ビニテを貼るんで、基本残したいので、貼ってって要するにここの面みたいにここに貼っていいんですね。はい、貼っていいです。重ねちゃいけないってことですね。ちょっと重ねたら別にいいですけど、逆に離れるぐらいだったら重ねた方がいいです。なるほど。で曲げられなかったらシワできちゃうんだったら破りながらやっちゃって。なるほど。シワできない方がいいんですね。シワできちゃうと後でビニールテープ貼った時にそのシワがやって浮いてきちゃうんで。なるほど。一気に難しいですね。で正直ビニテが上に貼っちゃうんでバンバン切りながらやっちゃって大丈夫です。なるほど。そんな気にしなくていいですよ。これ大丈夫ですか？全然いいです。全然いいです。サクサクお願いしますよ。シワがあって。みー先輩もう追いつかれましたよ高弘さんに。外側のゼブラはどういう基準であれなんですか。どの位置に貼るかってことですよね。こうコースがあって外側に寄るときとかこの中にゾーンが来るときとか、なるほど。例えばまっすぐのストレートあるじゃないですか、でこっち立ち上がってきて返して一番端に寄るところとかあるじゃないですか、そういう時とかに何の目印もないといまいち飛ばし位置が見えないんで。なるほど。でゾーン書くのもいいんですけど、それプラスゼブラとかあると外で寄せて、ここだったらアウト取って、あそこはちょっと貼れないからっていうのもあるんですけど、基本アウトゾーンで飲めるから、ここはあと見栄えですよ一番は。実写のサーキットなんで基本全コーナーにほぼあるじゃないですか。確かに。だからなるべくあった方が見栄えがいいんで、いろいろそれっぽいこと言ってますけど、実際にはもう見栄えです弾けるところにはなるべく弾くっていう。ただ全部弾くとくどいしちょっと大変なんで、例えばインクリップ取るところはイン側にゼブラ作るし。なるほど。いや低い壁かっこよくないですか。ちょっとうん。いいですね。早く思想したくてしょうがないんじゃないですか。焦れない。このゾーンのはい、取り方っていうのはもう感覚ですか。この辺はもうここに来るだろうっていうのが分かってるからいいんですけど、ほう向こうのゾーンとかは今これから走りながら決めます。なるほど。は
やっぱある程度インクリップも取るのは重要なんですか？例えばこのレイアウトでこう立ち上がってくるじゃないですか、で例えばここにアウトゾーンやるとか、あとここのちょっとイン開けてくださいってなると、先行がすごい蛇行してくるから後ろ詰まっちゃうんですよ。なるほど。だから先行はただでさえあそこ外を開けてるんで、そのまま加速できた方がいいんで、ここは逆にいい。このレイアウトの時はアメリカンテイストのね。アメリカンテイストですね。どういう個数置くとかってなんかあるんですか？いや特にないですよ。いや例えば、基本アウトなめでいってほしいんですけど、ここから全部アウトゾーンやったらくどいじゃないですか、書いて。でもこことここゾーンやってそこをイン側につく人って絶対ありえないんで、そのなんつうの、もうこことここやっとけば間はもう自然とそうなるしかないみたいなところには無駄に置かない。なるほど。は全然見えます。あ今もう反射しちゃってます。だからもうある程度上手い人たちに走ってもらって、上手い人たちだったらどこ走りますかっていう。あ。は上手い人たちその辺自然に大体なんとなく分かるんです。ここで先行を出したら単走走るだけだったらいいけど、そこで前走られたら後追いが辛いなっていうところにはもつけないし。あ。はいやーお疲れ様でした。そしてありがとうございました。完成しました。あ。こんなに大変だとは。まあ今回その新生 MRC ということで、まあ割とかなりがっつり手入れて、はい、外枠とかも力使って結構時間かかっちゃいましたね。いやすごいですね。ここまでやるの7時間終わりましプロの技を見てしまいました、た。はい、いえ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 。あMRC の RDX の急遽組み立てたんですけど間に合わずありがとうございます。申し訳ないです。いやいや全然オープンまでに。すいません、はいできたら試走させていただきますんで。あ、いやぜひぜひすいませんお願いします。ありがとうございます。もう高弘さんぐらいになると大体一周すれば分かるんですか？お、わかりますわかります。このコースは失敗しても全然平気なコースで、亀にならないから取りに行かなくてもいいし、壁にもぶつからないんです。ギャーとか言わないもんね。そうそうそう、静かに走れる。やっぱプラダにしたから壁が滑るから当たっても軽傷になる。ビビりますよ。ほら、すごいスピードで線引いてるみたい。こっからがすげえね。いい世界を元くしてこうなりましょうよ。多分生きてるうちにこうはならないと思う。じゃあコースができたので走ってみたいと思います。こういうところにですね、逃げ場作っといたんで、まあなんか後ろから来たなとか、特に初中級者の方とかでちょっと逃がしたいなって時はこういうところに逃げていただくと、でまあ上手い人たちが行ったらまた行くっていうタイプのリズムの方が多分緊張感が出てきると思います。あとはこっちコース来てこういうところに車を置いといてもらって、自分の操縦エリアに来たらこうコースインするエリアとかも作っておください。こういう黄色いところを全部なぞって走る感じですね。では一周行ってみましょう。まずこの黄色いところを通って外側の第一ゾーンでインクリット取ってスパッと抜け替えて、ここもしっかり合う返してカットして結びておしまいですね。でまあなんかイベントとかもしあるんだったら、まあ大体スタート地点もこの辺になって、ここからスタートしてまず1個目をしっかりゾーンに取って、
このメリハリですね、スパッと向きを変えて、ここのゾーンもしっかり最後まで取れて、ここの返しが、この最初からゾーンちゃんと取れて、この辺がね、すごい多分キーポイントにイベントやるときはなるんじゃないかなと思います。なるほど。はい。素晴らしいですね。はい、まあね、せっかくいいコースできたんで、まあね、ぜひね、こういうアウトゾーンとか、今までのMRC さんでは多分できなかったレイアウトが、ようやくこの拡張していただいたことによってね、ハイスピードかつこうしっかり踏める感じのレイアウトにできたんで、まあ、かなり楽しいと思います。ぜひ遊びに来てください。ボコボコは早めに直しますので。そうですね、ただね、今何人か走ってもらったんですけど、ことのほかあんま気にならない。はい、なんで、まあいずれね、この辺が多分さらに真っ平らになってより走りやすいと思うんですけど、これでもね十分楽しめると思うんでね、その辺もご理解いただけたらと思います。ありがとうございます。練習しすぎたな。褒めてもらっていいですか？コースの感想はですね、これまたね、広くてスピードも乗ってめちゃくちゃ楽しい。さすがゆうたもん。起伏があるからちょっとこのままでいいんじゃないですか。ああ、寄付いいっすか？いいっすよ。いいっす。